皆さんこんにちは、レミです。先日、多汗症と脇がの治療であるミラドライをやったという動画を上げたんですけども、今日は1週間経ってからの話をしていきたいと思います。で、ミラドライは一体どういうものなのかとか、どうして私はミラドライを選んでミラドライをやったのかっていう話は前回の動画を見ていただけると嬉しいです。はい、で今回の内容なんですけども、ミラドライ1週間後の効果は、痛みや腫れはどうなったのか、ミラドライをやってよかったという気持ちに変化はあったのか、こんな感じの3本立てでお話をしていきたいと思います。じゃあまず1つ目のミラドライ1週間後の効果はについて話をしていきたいと思います。ミラドライをしてから匂っても無臭を触ってもサラサラっていう状態が施術した当日から1週間続いています。だから毎日梅雨っていうのもあってムシムシ暑いじゃないですか。でそんな時に仕事から帰ってきたりとか、外ちょっとお買い物行って帰ってきたりとか、あと寝起きとか、今までこの汗の量とか匂いが気になってた瞬間に脇を嗅いでみても全く匂いがしないんですよ。むしろこれまで気にならなかった他のこの汗の匂いとか体臭が気になるようになりました。でこれについてはつい先ほどご視聴者様に同じような質問をいただきました。で質問内容なんですけども、脇の匂いと汗を抑えたことで他の部位の匂いが強くなってしまったりとかはありますかといった内容のご質問をいただいたんですけども、質問をいただいたご視聴者様にはすでに直接返答させていただいております。でどういった返答をしたかというと、脇の匂いと汗の量が減ったことで他の部位の汗の量や匂いが極端に強くなったという体感はありません。ただ今まで気になっていた脇の匂いがなくなったことで、今まであまり気になっていなかった体臭を感じ残念に思う瞬間は正直増えましたといった感じの回答をさせていただきました。この脇から汗が出なくなったことで、この汗が他の部分に行って他の部分が臭くなったかっていうのを気になったのかなって思ったんですけど、そういった他の部分がすごい、例えば首の後ろがすごい臭いとか背中が臭くなったとかっていうのはないです。ただ脇の匂いで今までごまかされてた自分の本来の体臭が気になるなーっていうのはたまに感じます。でこの施術部分の肌なんですけども、この施術したすぐからこのサラサラの感じがあったんですけど、今もサラサラな状態で続いてて、むしろ乾燥してんのかなっていうのが気になるぐらいサラサラです。クリニックさんでこの施術した部分の保湿をしてくださいって言われたことを急に思い出したんですよ。なのでこのクリニックさんで購入したホスピピュアっていう薬用ホワイトクリームを塗って脇の黒ずみと保湿ケアをしていきたいなと思っています。でどうして黒ずみケアが必要なのかというと、この施術でレーザーを当てたところが黒ずみになりやすいからだそうです。で今のところは施術した部分が急に黒ずみになったな、黒くなったなっていう感じは感じてません。はい、じゃあ続いて2つ目の痛みや腫れはどうなったかっていう話なんですけども、痛みはミラドライした当日に比べるとほぼゼロです。2日目3日目4日目って日を追うごとに徐々に痛みが減っていった印象を受けました。でクリニックさんでロキソニンを6錠いただいたんですけど、施術した当日から1週間経った今日までに、6錠中1錠しか飲んでいません。でその1錠をいつ飲んだかというと、施術した当日にこの局所麻酔が切れてすごく痛みが強くなってきたんですよ。で寝れないなって感じたので、その時に1錠飲んで、それっきりもう飲んでません。で今はどんな時に痛みを感じるかっていうと、施術した部分を押したり肌を表面こすったりとか、こういった感じで腕を上げたりした時に痛みを感じます。であと私仕事中にポリエステル 100% 素材のやや硬めのシャツ素材っぽい感じの制服を着てるんですけど、制服の下にキャミソール着てるんだけど、この直接肌がシャツに触れる、制服に触れるところは擦れてゴワゴワ感を感じてちょっと痛いなって思います。でも我慢できないほどじゃない、耐えれる痛さです。
でむくみや腫れなんですけども、ミラドライした当日に比べるとだいぶ引きました。施術した当日は結構なんかこう二の腕とかここら辺もだいぶなんか腫れて、すごいパンパンにむくんで硬くなってっていう状態ですごい辛かったんですよ。でも今それもだいぶ引いて、脇の下がちょっとポコポコってむくんでるっていうか、しこりがあるぐらいです。で脇の下の腫れっていうかしこりも最初すごいひどくて、脇の下にね、なんかこんぐらいのサイズのテニスボールみたいなのを挟んだ感じがずっとあって、脇をこう締めたくてもキュッて締められない感じがあったんですよ。なんか常にこう腕がこうなってる状態、大げさに言うと。傍から見るとちゃんと脇締まってるように見えるらしいんだけど、自分の体感としてはこう腕がこうなっている状態に感じてました。でこのブニブニはむくみとかじゃなくてただの脂肪です。はい、で1週間したらこまめに今度はマッサージしなきゃいけないらしくて、しこりとかむくみを揉んでグリグリをしてリンパマッサージする感じでマッサージが必要になりそうなので、これから今後こまめにマッサージしていきたいと思ってます。で最後にミラドライをやって良かったっていう気持ちに変化はあったかについてなんですけども、全くありません。むしろやってよかったっていう気持ちが日々強くなっていってます。自分の匂いとか脇がの汗の匂いとか汗の量とかがもはや思い出せない。頭の中にずっと居座ってた悩みが消えることで、なんか常に気持ちが1週間前より一段階明るい。誰かの横にいる時になんか臭いと思われたらどうしようとか嫌われたらどうしようっていう気持ちがあったんだけど、その気持ちを抱えなくていいだけでどれほど生きやすいか、なんか生きやすさが上がった感じがします。だから匂いによって人に迷惑をかけてるっていうのもあったんだけど、それ以前に自分で自分の体臭もイコール存在が嫌でたまんなかったんだけど、それがなくなるだけでなんかすごい気持ちがすごい楽です。なんか私はここ1ヶ月ぐらいで初めてミラドライを知ったんですよ。初めてミラドライを知ってすぐ予約してすぐ施術してもらったんだけど、もっと早くミラドライ知りたかったし、もっと早くミラドライをやりたかったって思ってます。はい、ということで前回と今回の2回にわたって脇がと多汗症の治療であるミラドライの話をしました。この私の体験談が少しでも誰かの役に立てたらすごい嬉しいなって思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が良かったなって思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。またねー。